皆さんこんにちは。今回は16ビットのドット A が魅力的な新作シューティングゲームバウンティシスターズを紹介します。このゲームは最初に映像を見た時から気になっていたのですが、80、90年代のコナミを知る元スタッフが開発に参加していると知り、さらに期待が高まりました。この動画ではゲーム内容やシステムの紹介に加えて開発に関するエピソードもお話しします。バウンティシスターズを開発したのは佐々木秀邦さんが率いるピクセルという会社です。佐々木さんについてはこれまでもネタゲオでは何度かお話ししました。8ビット、16ビット、そして32ビット時代の 2G ゲームを彷彿させるタイトルを複数出しています。佐々木さんは筋金入りのゲーム好きです。バウンティシスターズではディレクター、プロデューサー、プログラマーを兼任しており、この縦スクロールシューティングのドット絵も彼自身によるものです。公開済みの遠流政権シャオメイのインタビュー付き動画もあるので、気になる人はそちらも見てみてください。バウンティシスターズは一目見ただけで懐かしいと感じる人も多いと思います。キャラクターデザインを担当したのはシュジロハこと浜川修次郎さんです。浜川さんは元コナミでデタナツインビーやパロデュースなどに関わった方ですね。どちらもかなり遊んだタイトルです。このあたりの話は秋葉原ゲームショー2025の動画でこのゲームを軽く紹介した時にも触れています。佐々木さんによると、このプロジェクトが生まれたのは修次郎さんとの雑談がきっかけ。そこから話が広がっていき、サウンド担当として同じく元コナミで修次郎さんとも親交のあった竹之内裕二さん、通称テクノウチさんにも声をかけたとのことでした。テクノウチさんは MSX2 のシューティングゲームの中でも私にとって特に印象に残るスペースマンボなどを手掛けた方です。バウンティシスターズではそのテクノウチさんがサウンドディレクションを担当。他にも元コナミのメンバーが集まりました。その中にはグラディウスや元素スイコデンなどで知られる東野美紀さん、通称ミキちゃんも。ファミコン版グラディウスは自分にとって初めて本気でハマったシューティングゲームで、何回もクリアするぐらい遊び込みました。ミキちゃんさんはこのタイトルで素晴らしい BGM を作成しました。そのグラディウスの影響でしばらくの間自分は横スクロールシューティング派でした。それを変えたのはメガドライブで発売された達人フェリオスやエレメンタルマスタームシャ・アレスタです。ここから本格的に縦スクロールの面白さに目覚めました。バウンティシスターズを実際にプレイできたのは2025年の東京ゲームショウが初。その時リアファイやパンフレットをもらいました。ここで佐々木さんに質問する機会があったり、トークショーも見てたりして開発の背景をいろいろと知れました。もちろんゲームは発売前から予約し、発売日に Nintendo Switch 版をゲット。パッケージには修次郎さんが手掛けたキャラクターイラスト、中を開けるとドット絵で表現された登場人物たちがあり、さらにカートリッジの裏にはこっそり悪役の一人505が隠れています。現時点ではこのゲームの販売は日本の任天堂スイッチ向けのみ。ただ佐々木さんはスチーム版も進めており、できれば国際版も展開したいそうです。この説明書は通常版のパッケージには入っていません。これはピクセル公式サイトで販売する限定版に差し替えジャケットとともについてくる特典です。この限定版には修次郎派のアートブック、アクリルスタンドフィギュア3体、そしてサウンドトラック CD も同梱されています。東京の北西部にあるレトロゲームショップで開かれたイベントで説明書を手に入れました。ここで佐々木さんに再会し、気になっていた点を直接に確認できました。また修次郎派さんには説明書にサインをいただき、さらに三姉妹が描かれた色紙にもサインをもらいました。こういう瞬間があると番組制作のモチベーションが上がります。何よりも皆さんに限定コンテンツをお届けする原動力となります。バウンティシスターズは2人同時プレイに対応した縦スクロールのシューティングゲームです。メインモードはストーリーモードとアーケードモードの2種類。ストーリーモードではコンティニューは3回まで。一方アーケードモードは完全に腕試し用でコンティニュークレジットは一切なし。ワンコンクリア、ワンシスに挑戦したい人向けのモードです。
プレイ開始時に3姉妹からキャラクターを選択。それぞれ固有の機体と武装でステージに挑みます。まずは末っ子のフランシス。相性はファニー。彼女の乗るピンクの機体ホッピークイーン。デザインモチーフは電車です。メインショットは威力の高い集中砲火タイプ。サブウェポンは敵を追尾するホーミングショットですね。便利ではありますが威力は高くありません。次女のエリザベス、通称ベティが操るのはダブルコンボ。スター・ウォーズのポッドレースに登場する機体を思わせるデザインです。修次郎さん自身がそう言っていたわけではないそうですが、サウンドチームが気づき、そのイメージを踏まえた効果音が作られました。ベティのメインショットは細めだけど強力なレーザー。サブウェポンも横方向限定の集中ショットになっています。長女のドロシー、愛称ドット。彼女の機体ヨジンボはマッドマックスに登場する有名な車インターセプターをモチーフにしたデザインです。ちなみにマッドマックスはシュジロハさんが好きな映画でもあります。強化することでヨジンボの攻撃範囲は他の機体よりも横に広くなります。ただその分火力は少し控えめな印象。サブウェポンは斜め方向に弾を撃つタイプで前後の敵をまとめて攻撃できます。このゲームの特徴の一つがメインショットとサブウェポンは同時に撃てないということ。それぞれ別なボタンを使っていてどちらを使うか常に意識する必要があります。青いクリスタルを取るとメインショット、ピンクのクリスタルを取るとサブウェポンが強化されます。5個集めるごとに1段階レベルアップする仕組みです。この辺りはセガマーク3版アレスターを思い出しますが、やられた時に完全に初期状態に戻されることはなく、両ウェポンのレベルが1下がるシステムです。コトンに近いかな。さらにビットと呼ばれるオプションもあります。取った時に表示されているモードによってビットの挙動が変わります。ディフェンダーモードではビットが機体の前方に並び上方向にショットを打ちます。ワイドモードでは斜め方向にショットを打つタイプ。サイドモードではビットが左右に配置され横方向をカバーしてくれます。ローリングモードではビットが機体の周りを回転します。バックファイアでは後方に向かって攻撃します。最後にリバース、押している方向と逆方向に射撃する。ビットはメインショットかサブウェポンのボタンを押した時に一緒に弾を撃ってくれます。敵の弾を一部防いでくれるので簡易的なシールドとしても使えます。これもメガドラのムシャレスタを思い出します。ムシャレスタではボタン操作でフォーメーションを繰り返られますけどね。ちなみに佐々木さんもアレスタシリーズの大ファンだそう。リスペクトを随所に感じます。バウンティシスターズには80年90年代のシューティングゲームを思い出させる仕掛けがあります。例えば画面の後ろ側から出てくる敵を誘導し壁にぶつけて倒すといったギミックです。私の場合はフェリオスを思い出しますね。マグマから吹き出す炎のギミックはどうでしょうか。アクスレイですかね。触手を持つ敵やその敵を倒した時の効果音からはサラマンダーやグラディウスを思い出す人もいるかもしれません。これもあったよというものがあればぜひコメントください。佐々木さんに聞いたところによるとこれは意図的ではないそうです。むしろこのゲームで新しいことに挑戦したかったとのことで新要素としてハイパーゲージが導入されました。画面左側のオレンジ色のゲージで時間経過で少しずつ溜まっていきます。最大まで溜まると強力な必殺技の発動やソロプレイ時には他の姉妹を一定時間援護に呼ぶことが可能になります。さらに被弾を1回だけ無効化するバリアとして使うことも可能。つまり保険として温存するかリスクを取って火力に回すかをその都度プレイヤーが判断することになります。使いどころを見極めればスコアを伸ばしたりするのにかなり役立ちます。各ステージには破壊するとボーナスポイントがもらえるシークレットが5つ隠されています。よく観察すると場所を示すヒントが見つかりますよ。敵のウェーブを1機も逃さず撃破するとボーナスポイントに加えてサブウェポンの購入に使えるコインを入手できます。各機体には複数のサブウェポンが用意されておりゲーム開始前のカスタマイズメニューで選択可能です。ただしこれらのサブウェポンをゲットするにはコインが結構必要になります。幸い一部の敵はコインの入ったポットを落とします。ツイン B のベルのように撃つたびに価値が変わります。1万コインまで上げることができますがさらに撃ってしまうとまた1000コインに戻ってしまうので注意が必要です。ツイン B と同じでポットに気を取られてついへましちゃうんですよね。それにたまに敵がドクロマーク付きのポットを落としますが取っちゃうとやられてしまう。画面左下にはこれまでに集めたコインの総数が表示されています。こうした要素が合わさることで懐かしさと新しさがうまく融合した
多彩なゲームプレイになっています。難易度は序盤から徐々に上がっていき、終盤ではかなり手応えのある内容になります。決して簡単とは言えませんが、パターンを覚えていけばきちんとクリアを目指せるバランスとなっています。どうしても難しい場合は残機数を増やしたり、イージーモードに切り替えたりすることもできます。難易度設定は全部で4段階あり、イージー、ノーマル、ハード、マニアが用意されています。グラフィックは16ビットや32ビット時代を思わせる 2D スタイルです。カラフルでバリエーションも豊か、個人的に好みです。佐々木さんによると、本作の解像度はセガサターンに寄せています。ステージデザインも佐々木さんが担当しており、まず各ステージのコンセプトや構成を決め、そのイメージを音楽担当のチームに共有するという流れで制作を進めたとのことです。逆に出来上がった楽曲の雰囲気に影響されて、後からステージ構成を調整した部分もあるそうです。それくらいこのゲームにおいて音楽は欠かせない存在です。クオリティの高い BGM の数々が80年代後半のシューティングゲームの雰囲気を感じさせてくれます。サウンド面ではテクノウチさんが再び元コナミの仲間を集めました。メインコンポーザーを務めるのは中野純也さんで、コナミ時代にはテクノウチさんと共にミスティックウォーリアーズやポリゴネットコマンダーズ、X メンなどに関わってきた方です。さらに先ほど名前を挙げた東野美樹さんもいくつかの楽曲で参加しています。音楽全体の方向性はポップ寄りで、テクノウチさんらしくテクノの要素も混ざったいわゆるテクノポップ系のサウンドです。制作方法も当時のコナミ流を意識したそうです。特に一面の BGM はいわば名詞代わりの一曲として、最初の数秒でプレイヤーの心をつかめるようかなり作り込まれています。テクノウチさん曰く、アーケードゲームでは1曲目でもうワンクレジット入れたいと思わせることが重要だったそうです。一面の BGM にはボーカルも入っていて、他のステージとは少し違った曲調になっています。2面以降はそれぞれのステージの雰囲気に合わせた BGM が用意されています。2面の曲は東野美樹さん作曲による冒険の始まりを感じさせる一曲です。私のようにツインビーシリーズを思い出す人もいるかもしれません。最終ステージの BGM はエンディングへ向かっていくやりきった感をしっかり出す構成。ステージ外の楽曲はパワフルプロ野球シリーズで知られる弓島貴子さんが担当しています。効果音は佐藤剛さんで、ライデンシリーズなどで知られる方ですね。世界観はカラフルなスチームパンク風のビジュアル。ストーリーはシンプルです。ドット、ベティ、ファニーの3人は賞金稼ぎとして次々と凶悪な犯罪者たちを捕まえ、やがて彼女たちは指名手配犯たちの間で恐れられる存在となり、バウンティーシスターズと呼ばれるように。そんなある日、3姉妹のもとに一つの情報が入ります。闇市場で財を成した犯罪者ガンブエレブが再建された空中都市エレンバムの支配権を握った。3姉妹はそれぞれお気に入りの機体に乗り、エレンバムを目指して飛び立ちます。レイリアンとシルバーガンのようにプレイ中のキャラクターたちの会話を通じて物語が展開され、80年代アニメを思わせるボイス演出で彩られています。ステージの間にイラスト入りのカットシーンがあり、ツインビーヤッホーのカットシーンを思い出しました。ゲームを進めるとギャラリーモードからこうしたイラストを見返すこともでき、隠しイラストも少しずつ解放されていきます。修次郎派さんによると、あえて主人公を決めず3姉妹の中でどのキャラをメインにするかはプレイヤーに委ねたいという考えでデザインしたそうです。3姉妹にはそれぞれ得意武器があり、それは必殺技にも反映されています。ファニーは小柄な体格を機械仕掛けの腕オプティマスハンマーで補い、ベティはブーツと二丁拳銃を装備した西部劇のシェリフを思わせるスタイル。そしてドットは2本の刀を操る侍がモチーフです。一部の敵キャラクターは佐々木さんが描いたラフスケッチをもとに修次郎さんが仕上げたんだそう。ボイス収録のスケジュールが先行しており、声優さんにイメージを伝えるため先にビジュアルが必要だったからです。例えばグリーンのアフロヘアが印象的なキャラクターはボイス収録時にキャラクターデザインが間に合わず、佐々木さんのラフをもとに収録が行われました。一方で修次郎さんが当初の指示とは異なるアプローチでキャラクターを描くこともありましたが、音声が収録済みだったためボイスに合わせてデザインを調整する必要があったそうです。こうした別バージョンの一部は限定版に同梱されているアートブックに収録されています。キービジュアルは出たなツインビーへのオマージュになっています。機体の配置を見比べると分かります。
背景アートには当時のツインビーチームに関わっていたスタッフも参加しています。テクノウチさんが音楽面で元コナミメンバーを集めたのと同じように、修二郎さんもビジュアル面で元コナミの筒井紀子さんに参加を依頼しています。まだまだ紹介できていない話もありますが、今回はこの辺りで区切ります。バウンティシスターズはレトロゲームやシューティングゲームが好きな人なら一度触ってみてほしいタイトルです。この動画も佐々木さんたちの挑戦を応援したいという気持ちで作りました。また楽しいゲームを作ってほしいからです。そして開発中のアステリアの翼も楽しみにしてます。横スクロールシューティングで2023年の東京ゲームショウでプレイできました。本作のキャラクターデザインは引き続き修二郎さんが担当しています。音楽はフェリオスやバーニングフォースで知られる川本義則さん、通称川源さんが担当しています。どちらも音楽がいいですね。バーニングフォースの BGM は特に印象に残っています。この動画を楽しんでもらえたら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。